今回の産業まとめ。政府の主張を強要する中国側。重要データの不提出。海外からの冷凍食品が問題？中国の科学者が新型コロナウイルスパンデミックの原因追求に役立つとされる生データの共有を拒否したと WHO の独立調査員が明らかにしました。1月に武漢入りし、27日間にわたって中国側と共に調査を行いましたが、中国側は調査団の必要な質問とデータ要求に不満を示したようです。中国側はウイルスが海外から中国に伝播した可能性があると主張し、発生源に関する政府の説明を受け入れるよう調査団に促したようです。WHO の調査団は、データに基づかない判断は控えたいと回答したそうです。中国側は、患者の詳細なデータをまとめるための十分な時間がなかったため、要約のみを提供したと調査団に伝えたようです。調査団は生データやその他の情報を要求し続けましたが、これまでのところ初期のデータや詳細な患者の記録は提出されていないそうです。中国側は、2019年10月に武漢で発熱や咳などの症状で92人が入院したことを認めましたが、コロナウイルスの痕跡はないとしています。また、検査が不完全だったとして WHO はさらなる研究が必要としています。中国側は冷凍食品による伝播の可能性を主張していますが、WHO 側は中国国内で流通している野生動物の冷凍食品を調査するとしています。ただ、冷凍食品から感染が拡大した可能性は極めて低いとしていて、一応中国側の要求に配慮したものと思われます。編集所管。今回の概要。中国起源からの回避。ワクチンで逆転を狙う。うやむやは中国の勝利。WHO の調査団の調査報告によると、武漢のウイルス研究所からウイルスが漏れ出た可能性は極めて低いという結論に至ったとしています。トランプ政権が指摘したことなので、そもそもの信憑性も怪しいものですが、相手が中国なので巧妙に隠した可能性も否定できません。中国側としては、少なくとも中国起源であるという結論に至らなかったという点においては満足していることでしょう。これからは冷凍食品によって中国に流入したという主張を前面に押し出して、責任回避を狙うことでしょう。しかし起源が中国になかったとしても、初期の感染を隠蔽して拡大させたことは紛れもない事実であって、そこから逃れることは許されません。それを忘れさせるためにも今はワクチン供給に必死ですけどね。まあこのワクチンを武器に中国に集まるあらゆる批判の目をかわそうとしています。本当に目的のためには手段を選ばないというか、とんでもない国ですね。よく言えば純粋に国益の追求に集中しているとも言えますが、中国にとってワクチン開発と供給は、香港やウイグルなどの問題に対して黙らせる効果もあるので、本当にこれに力を注いでいます。その成果が出ているのがウイグル問題であって、イスラム教への迫害であるにもかかわらず、中東諸国からの批判は一切聞こえてきません。ウイルス起源の問題も人権問題も、最終的には数の勝負に持ち込もうとしているんですよね。経済やワクチンによって味方を増やし、中国に賛同する多くの国があるとして、国際社会での主張を曲げようとしているのです。まともに中国を批判できる先進国なんてほんの一部ですから、少数精鋭といえど、国際社会全体での理解を得るというのは難しいのです。米国メディアはこぞって中国側が調査を妨げたとしていますが、WHO の調査員からは批判の声も上がっています。これについては米国メディアも中国側の反発を誇張したかったためか、行き過ぎた点があったようですね。まあ、メディアというのは面白いことを書いて注目を集めたいのは私もよくわかりますが、どうこしてはならないということでしょうね。誇張まみれの中国政府やメディアと同じになってしまいかねません。基本的に中国側から提供されたデータは政府の指導によって都合よく編集されたものではないかと思います。なので加工が行われていない生データの提出を拒否されたのでしょう。生データなんだからまとめる必要もないのに、まとめられていないから提出拒否って明らかにおかしいですよね。これこそが中国側の準備が間に合わなかったものということと想像してしまいますね。世界の利益になるような情報が得られなかったというわけではないと思いますが、
期待したような発見はなかったようです。世界は引き続きウイルスの起源が何であるかを追求していかなければなりませんが、中国の戦略によってそこから注目の目がそれてしまいかねません。そういった意味では今回の一連の調査は中国にとっては意味のあるものだったでしょう。別に中国が起源ではないと決まったわけではありませんが、うやむやになって熱心な注目から逃れることには成功したと言えますね。この前も少し話しましたけど、要するに何もなかったってことですよね。何もなかったというか、何もはっきりとしたことはわからなかったですね。そしてウイルス研究所から漏出したという可能性は極めて低いということになりました。これからどうなるの？起源を求めてさらなる調査が繰り広げられるでしょうね。武漢はまだその対象から外れたわけではありません。まだ中国を中心に調査が行われるでしょう。でも中国はもう関係ないみたいに言ってないですか？言っていますね。あたかも中国はクリーンであるかのように、特に国内では言っていますし、海外にも触れ回っているでしょうね。結局わかりそうにないね。中国は真実よりも自らのメンツを守ることを優先しますからね。いつものやり方です。情報公開せずに保身に走る。いつもなんですか？常にそうなんですよ。大躍進の失敗も、文化大革命も、天安門事件も、そしてチベットやウイグルも、情報を公開しないことでくぐり抜けてきたんです。じゃあ困った時はそうするって決まってるんだ。そのようですね。むしろソ連が情報公開を進めていって崩壊したのを目の当たりにしていますからね。シリアの混乱も、政権による SNS の開放が対立を拡大させる結果となりました。だから北朝鮮もあんな風にしてるんですかね。そういうこと。不都合な情報が国中を駆け回ると民衆の怒りが政権に集まりかねないからね。そういう意味では習近平はうまく情報を操作し、民衆の怒りを政敵や国外に向けてここまでやってきたわけですよ。じゃあ頭がいいってことになるんですかね。切れ者であることは間違いないでしょうね。派閥をぶち壊して独裁体制を作ったんですから。そんなことまでしたんだ。そう。今は思うがままに中国を作り上げてるよ。それがこの結果。ワクチン政治で世界を翻弄していますしね。中国ワクチンってどうなの？実際の効果がそこそこだとしてもより多くを供給できるかがポイントなんですよ。先進国同士がお互いの連携のために供給の約束をし合う間に、中国は途上国に供給して賛同を得ようとしています。そういう地道な票集めの結果が今の中国の国際的な地位を作っているとも言えるんですよ。じゃあ中国寄りの国って多いってこと？現実にはそうなんです。なのでこうした世界的な感染症問題でもメンツを保ちつつ、リーダーになろうとしてるんですよ。怖いですね。どうすればいいんですか？メンツを潰すしかないんですけどね。その弱点を必死で隠すところを暴き尽くさないといけないです。情報の戦いみたいな？そういうことになりますね。中国は手強いですよ。男性が選ぶ、この顔になりたくない男ランキングにお笑いタレントさんに混じって麻生太郎さんの名前上がってましたね。あ、そうなの？私も顔だけで言うとあの人はちょっと怖くて苦手だけど。なぜ麻生さんが入っちゃったかわかる？怖いからじゃない。暴力団幹部みたいな感じだよね。そうじゃないんだな。それはね、口が曲がっているからなの。あの口の歪みがなければ大丈夫だったと思うんだよね。そうじゃなくても怖いと思うけど。今流行りの集まれ動物の森ってあるでしょ？白雪さんが買いたい任天堂スイッチのあれね。まだ流行ってるの？あれって、400近く動物がいるんだけど、中には口の片方がひん曲がっている動物がいくつもいるの。なんでそんなの調べてるの？欲しいからだよ。もう流行遅れじゃないの？うるさいなぁ。それでね、当然人気ランキングで口が曲がっている動物は最下位の方なんだよ。わかるようなわからないような。そういえば同僚で何かを話すときね、必ず最初に、いやでも、っていう女の子がいたの。口癖なんだろうけど、すごく気になった。あれ、話変わった？
顔は美人なのに、声かけるといつも、嫌でも、から始めるから苦手だったね。そのうちその子の口が曲がっていることに気づいたんだよね。誰それ？会社の人？前にいた人。でね、麻生太郎さんの歪みを見るとその子を思い出すよ。あんなにひどくはなかったけどね。最近麻生さんあんまりテレビとかで見ないから思い出せないけど。ゆるりんは口の両端がにーって上に上がってるよね。広末涼子みたいな感じ。それはすごく羨ましいんだ。姉によく口だけ広末涼子って言われたよ。口だけってあたりが余計だけど本当だから仕方ない。